勘違い異世界ファンタジー、嘆きの亡霊は引退したい。最弱ハンターによる最強パーティー育成術。2024年にはアニメ化もした人気作です。あらすじです。本作は異世界転生、召喚、タイムリープものではありません。本作を一言で表すとするならば、勘違いものです。主人公のクライは、幼い頃、幼馴染5人と共に、世界最強のトレジャーハンターになることを誓いました。ただクライは、他の5人に比べて、ハンターに必要な才能が劣っていたんよね。だから、夢を諦めようとしたんやけど、特に役割ないんだからリーダーやよ、と仲間に言われ、いつの間にか幼馴染6人組パーティーのリーダーに、それだけでなく、そのパーティーが所属する、クランのマスターも任されてしまいます。自己肯定感がとにかく低く、怖がりなクライと、彼の行動を深読みしすぎる仲間たちが織りなす、勘違いコミカルファンタジー作品です。おすすめポイントは3点。1つ目は、クライの実力です。クライは実力を隠しているとかではなくて、本当に弱いし、事件の真相を理解して動いているわけでもないよね。戦闘力だけで言えば、タイトル通り、本当に最弱ハンターかもしれん。ただ、本人が思っているほど無能でもなくて、オーグの扱いは化け物と言われるほど秀でていて、知識も豊富。何より第六感が優れており、この本人無自覚の直感力が、クライは何でも分かっている、と周囲に勘違いさせる要因かもしれません。2つ目のおすすめポイントは、小出しされる幼馴染たちです。クライのパーティーメンバーである幼馴染たちは、第1話の時点で高レベルの大物伝ダンジョンに潜っており、一人程度で留守番しているくらいの近くにいないよね。メンバーは話を追うごとに一人ずつ帰ってくるんやけど、漫画版10巻の時点でも5人中2人しか帰ってきていません。どんな人たちなのか、ということは明かされてはいるものの、実際にくらいと話すシーンがなかなか来ないよ。小出しにされることが、じれったくもあり、同時に続きが読みたいと思う理由にもなっているため、よくできた構成やなぁ、と思います。すでに出ている2人もそれぞれキャラが立っているため、残りの3人がどのように物語に絡んでくるのか楽しみです。最後3つ目のおすすめポイントは、勘違いの内容です。本作には勘違い要素が大きく2つあります。1つは、あらすじでも話した通り、周囲が位の力を実力以上に高く見積もっている、という勘違いです。もう1つは、位がしている勘違いです。位もまた、周囲の力を実力以上に高く見積もっているよね。自己肯定感が低いせいか、特にはできないけど、みんなならできるよね。というノリで、周囲に無理難題をふっかけます。周囲からしたら、視力を尽くせば乗り越えられるけど、一歩間違えば命も危ない危険な試練なんよね。サブタイトルに育成術とありますが、これは、位が無意識のうちに課している試練によって、仲間たちが強くなるという意味です。多くの勘違いが入り乱れている異世界ファンタジー、絵も綺麗で戦闘シーンもうまく、最新刊の発売を楽しみにしている作品の一つです。